次回最終回ということで、今回もですね、漫画版半四夜叉姫最新話の話していきたいんですが、まず言っていきたいのはついに来月が最終回ですねという点についてでございます。これもずっとね、椎名先生が言っていた話ではありましたので、心構えはね、もうしっかりできているんではありますが、いよいよといったようなね、感じでございました。はい。でも、その来月最終回なんですけど、今月号も実質最終回の一端ではあるかなというところでしたので、だからその今回と次回、合わせて、これ最終回なのかなということでね、ちょっと内容の方を見ていきますと、前々回が現代で妖霊星との戦いが終わって、で、そして前回が麒麟丸と殺生丸の、これがね、この戦いが決着したわけでございますので、その前々回の妖霊星との戦い、これが終わった後の三姫たちの様子と、その三姫たちが戦国時代に帰るまでのお話っていうのが、とりあえずね、今回メインというか、その話でしたね、今回は。で、この話に関してまず、その、純粋に、なるほど、と、思った点がですね、その戦いが終わってから半年帰ることができなかったねっていうところ、これはね、長い。はい。でもこれはそのアニメ版がその妖霊星を倒してもそのすぐね解決ではなくて、まだ全然ね戦国時代の方にいろいろ問題残していったからすぐ帰らないといけないよねっていうのがあったのに対して、漫画版の方では圧倒的にその時間的余裕がすごいあったとっていうのがあった上でのこの半年で、その半年じゃなくてもいいんだけど、不測の長期期間滞在っていうのが、なかなかね、その面白い要素を生み出してるなという思う点がありまして、なんといってももうこれだけね、期間あれば、言うてもその現代の酸いも甘いもね、ある程度楽しめたんじゃないかなと思うんですよ。でもその楽しみつつもちょっとその恐怖感というか怖くなってきてもねいたんじゃないのかなっていう想像が出てきまして、やっぱ気分的にはねこれその戦いが終わってなんとなくすぐ帰れると思ってたと思うんですよ、三姫さんたちというか俺も思ってました。時の風車とかもありますし、それとね風車とかもありましたからね。でもこれが一向に帰れないとなりますと、やっぱだんだんとねこれ帰れないやつかなと。そういう風に思い始めてきたら、やっぱ大変だったと思うんですよ。現代に暮らしていくことをね、これ考えていかないといけないからね。就職活動、税金、年金問題、確定申告。そもそもその、戸籍もないからね。とわさんは一応中学、もっと前からいるから多分、なんとかね、取得したと思うんですけど、他の二人ないから、リクさんはあるのか。キリオン様の分があるからね。だからここの取得から頑張らないといけないっていうところとか、そうはしないにしても、神社で巫女をやるとかね。翔太さんが何してるのかわかんないけど、普通に働いてるとするならば、神社の後継者としては十二分のね、戦力には、なるよねっていうのもあるし、あとその現代でも一応ね、妖怪がいるそうなので、その妖怪をね、退治する。これもその、半夜の夜叉姫の初期のね、プロットかなんかであったと思うんですけど、その霊媒師とか、ゴーストスイーパーをやるとかね。というのをいろいろ考え始めた一つとして、多分、その、今回の話もありました、その中学に入るとかもね、出てきたんじゃないかなと。いうような、すごいね、濃厚な、半年をね、多分、過ごしていたんじゃないかなっていう想像を、すごい、かき立てるような話がね、この部分にはいろいろ出てきたっていう、まずここのね、その半年の良さっていうのがね、あったんじゃないかなと。はい、で、その、実際帰れるようになったきっかけのところが、かごめさんからね、届いたお手紙、になってくるんですけど、これもね、何が書いてあったんでしょうね。その手紙が届きましたら、もうすぐ戦国時代にみんな帰って、最後その、日暮家のみんながね、行っちゃったねって感じで、ご神木を眺めるっていう、すごい早い終わり方。だからその手紙からめちゃくちゃスピード感あったんだよね。終わりまで。多少ね、ここら辺もその犬夜叉のね、パラディとか入りつつもあったんだけど、もう少し最後の別れの部分をいろいろやるのかなとか思ってたから、このあっさり加減にはちょっとね、驚きがあったんですけども、でもね、その最後の見送るコマ。ここで、小さくですけど、ちゃんと細かくね、書いてあるんですよ。メイちゃんが泣いてるところが。だから、
書かれてはないんだけども、しっかりと、その物語として話されてはないんだけども、この三姫が実際にね、手紙もらってから旅立つまでになんかいろいろとそのドラマ的なものもあったんだろうなっていう、こう空間でね、こちらに訴えかけてくるっていうのが、まあいろいろある、そんなね、最終回前編だったかなと思います。はい。で、まあ次回がですね、最終回後編になっていくかなと、まあ勝手に思っているんですけども、まあ話の通りだがね、ここもね、ちょっとアニメ版思い返していきますと、その戦いが終わってしばらくしてからのお話だよね。その戦国時代での、まあ、ゆったりした日々とか、まあ、桐丸さんの船に乗って、その戦国時代をね、旅して回ろうみたいな、僕たちの暴言はまだまだこれからだみたいな、そういう、まあ、一つのね、これもそのすごい綺麗な様式美的なね、エンドを迎えていたかなと思います。だからその漫画版の方も、まあ、似たようなね、綺麗なまとめ方をするのかなとか思ってるんですけど、まあでも、椎名先生ですから、まあ何かしら最後もね、なんか変なことするんじゃ、変なことというか、なんかね、ほっとなるようなことをね、してくれたりするのかな。どうなのかな。はい。楽しみですね。最終回も。っていうところで、今回はね、漫画版太陽の夜叉姫45の章、呼び声の話でございました。